野生のセリこと漆立のセリです。今日はね、就活でやらかした話、説明会編をやりたいと思います。まず、説明会でやらかすことって、質問タイムぐらいしかね、やらかす瞬間ないと思うんですけど、まあ見事に私はその質問タイムでやらかしたんですね。まずね、大学の小規模説明会だったのね。で、そのやらかした説明会はですね、某生命保険会社の説明会で、学生が相撲部2名、私以上だったんですよ。まあ、相撲部全然知らんけど、男男、私、松井バッチバチに上がってる説明会担当のお姉さんっていう感じだったのね。まあ授業に使う教室なので広いんですよ。少人数なのでね、まあ学生は皆最前列で、まあもうお互いの顔がすぐわかる状況でやらかしまして、この説明を聞いてる時点でね、みんなご察しだとは思うんですけど、まつげがバッチバチに上がってる綺麗なお姉さんと相撲部2名なのでね、物理的インパクトという意味ではね、私はもう最弱だったのね。一番弱いわけ。なのにさ、質問タイムでやらかした瞬間だけはもう私は物理的インパクトを凌駕してもう一番目立ってて、終わったってもう心の中でね思ってたんですけどね。で、私ね、すっごい素晴らしいなと、保険って素晴らしいなと思って聞いてたんですよ、最初はね。だけどね、なんか、そのお姉さんがね、いかに自分の生活レベルが素晴らしいかみたいな話をするわけですよ。給与とか休暇がね、すごいいいみたいな話をするんですよ。で、まあね、まあ会社って利益追求するもんだから仕方ないけど、めっちゃ中抜きしてるんだろうなとか思っちゃって私は。だからね、もう途中から、まあ別にちょっと私の思想と合わんから、受けないわって思ってたんよ。でも帰るに帰れないじゃん。だって3人だよ。それで私は変なことを思い立っちゃったわけ。どうせ帰れないんだから、せめてこの説明会有意義なものにしてやるぞ、みたいな。で、まあ普通にその後、質問タイムがありまして、まあね、3人しか学生いないからね、福利厚生がどうだとか、一般的な質問が数個飛び交って、ちょっとシーンってなるわけですよ。もうだって質問ないから。そのお姉さんがね、ちょっと困った顔ですね、まだ尺が余ってるもんだから、まだ質問ないですかみたいな顔で学生に問いかけてくるわけよ。まあそれで私はもう完全なる善意と好奇心がもう抑えられなくて、化け物みたいな質問をしてしまったんですね。それがね、アメリカでは遺伝子検査キットでかかる病気が分かり、その該当する保険に入ることを保険会社側が拒否するということが起こっていますが、御社ではどのようにされていますか、または今後どのようなご対応を予定されていますかみたいなね。あんた質問するとこ間違ってないみたいな質問をしてしまったんですね。この時は普通になんかどっかで見聞きした情報が日本ではどうなってんだろうっていう、もう完全に好奇心でこの質問をやってしまったわけなんだけど、普通に考えてそんなお姉さんにする質問じゃないよね。もう私一番そこで普通の弱小雑魚キャラだったのに、その瞬間だけ何言ってんのこいつみたいな、もうみんなに化け物見るような目で見られて、相撲部2名にもお姉さんにもそのような目で見られて、やっべって思ったんですね。もうその質問した瞬間、やらかしたって思ったの。もう終わったみたいな。で、もう焦った私は、フォローできてないフォローをするわけなんです。すいません。今の質問ちょっと難しかったですよね。答えなくていいです。みたいな。お姉さん、みたいな。もう苦笑い完全に。もう相撲部もさ、なんか横目でもう顔は動かさず目だけで私を見てくるんだけど、横目ではこいつやっべみたいな、もう何考えてるかよくわかんない、もうやっべって思ってるか、なんか謎に感心されてるかの二択なんだけど、もうお姉さんには完全に化け物を見る目ですね。でさ、普通にその質問さ、ラスト質問だったの。だからさ、空気がもう完全終了で、私は
もう責任取らねえぞと思って、さっさと退出してさっさと帰りました。現場からは以上です。で、ここで今、就活にお悩みの方にお話ししておきますが、まあね、確定で落ちるなら、もう説明会でこういう化け物みたいな質問をするのがもう一番です。したい人そんないないかもしれないけど、まあそんなもん。ねえ、なんかね、就活ってさ、なんか結構みんな、なんか人生ここで決まるみたいな気持ちでね、望む人いると思うんですけどね。あの、人生別に決まらないですね、そこでは。私は圧迫面接とかね、説明会でもやらかしてるし、インターンでもやらかしてるけど、まあ、いろいろやらかして、なんだかんだ今、一般メイドになって YouTube もやってるんで、まあ、人生捨てたもんではないということを言っておきたいと思います。まあね、まあ、人間パニックになるとバカなことするんで、まあ、あなたたちも例外ではないんですけど、まあ、こんなね、バカなね、やつもね、なんとかね、一般メイドという職にはつけているので、ご安心をという話でした。ねえ、なんか受験とかね、就職もね、既存っていうか、まあ、一般的な道から外れたら終わりみたいなね、風潮ね、どっかにあると思うんだけど、もうね、エラで生まれた生き物がそんな陸で生きることはできないのだから、もう自分がまあ適している業界なり職業なり、まあ新しい分野でも何でもなんかそういう自分に合ってるかっていうのを一番大事にしてって、まあ過去の自分にも含めてまあ言ってますね。ということでちょっと今日めっちゃいい話風にまとまっちゃったんですけど、ではでは今日はこの辺で終わりにしましょう。ということで、まあ、やらかした件面接編、インターン編などもお送りしますので、よければそれたちも見てくださいっていうことで、一般メイドの漆崎のゼリでした。バイチャ。